英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？ NHK ワールドニュース使いながら英語を学習し、そして英語を学びながら情報力アップしていきたいと思います。インド憲法制定記念式典、軍事パレードとともにということで、このニュースを使いながら英語力を上げつつ、世界では一体どんなことが行われているのか、情報力もアップしていきたいと思います。この NHK ワールドニュースの映像、フランスのマクロン大統領も来てですね、軍事パレードともにこの記念式典をお祝いしているということですけども、一つ非常に気になるのは、インドの空、大気汚染ですね。映像を見ながらぜひ、見ていただきたい、感じていただきたいと思うんですけれども、何もこの日だけが曇っていたわけじゃなくて、インドの大気汚染、世界で最悪だと言われている、その状況も映像に映っていますので、ぜひ参考にしてみてください。さあでは、字幕ありでですね、英語字幕ありでこのニュースを見て、ニュースの概要をまず捉えていきましょう。次に、字幕を音読しながら日本人が苦手と言われているスピーキング力アップのために英語を話す訓練、練習をしながら難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味捉えていきたいと思います。3番目は字幕なし、英語のリスニングだけで学習した単語表現、詳細内容とは、聞き取れるのかどうかチェックしていきましょう。ここまではこの NHK ワールドニュースから英語を学習しながら情報をしっかり頭にインプットしていきたいと思います。そして4番目、もう一つ大切なのが得た情報をアウトプットする練習していきたいと思います。ニュースから得た情報を英語を話しながらスピーチ練習しつつ、日本人が苦手と言われている英語を話す力伸ばしていきましょう。この練習には無料のマイクロソフト生成 AI を搭載したチャットを使いながらやっていきます。これを使うとまるで人間と英会話をいつでも好きな時にタダでやっているような感覚でたくさん英語を話してスピーキング力を伸ばしていくことができますので非常におすすめです。どのように練習しているのかデモンストレーションもしますのでぜひ参考にしてみてください。英研究家チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方はチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使いながらインドについて、そしてインドの環境について英語を学びながらしっかりと学習していきましょう。Let's get it started! さあ、それではこの左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところをこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。言語がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、原稿を無視いただいて、左側の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。では、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it.The event in New Delhi on Friday was likely meant to display India's ability to arm itself, as the country has long relied on Russia as its main weapons supplier. January 26 marks the anniversary of the Indian Constitution that came into effect in 1950.Among the weapons on display were made-in-India tanks, missiles, and drone jammers. Narendra Modi's administration aims to make weapons domestically to reduce the reliance on imports from Russia. India has relied on the country to equip its forces amid border tensions with China and Pakistan. But as Russia's invasion of Ukraine continues, the supply of arms from Moscow has been delayed. This has compelled New Delhi to seek other sources.French President Emmanuel Macron was the guest of honor. The two leaders watched the parade together. Rafale fighter jets that India acquired from France wowed spectators with a fly past. さあ、どうだったでしょうか。私も仕事でたびたびインドに行きますけれども、このニュースの内容とですね、この大気汚染、非常に気になりました。最後、ジェット機が飛んできてましたけれども、霞んでですね、ほとんど見えてないんじゃないかなっていうぐらい大気汚染がひどいですけれども、さあ、インド、軍事力強化とともにですね、大気汚染もなんとか改善をしていかなければ、この一般の人たちの健康も害する、そんな状況になっていると思います。さあ、では、次はですね、原稿を音読しながら難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味、理解していきたいと思います。日本人、
英語を話すのが苦手と言われていますけれども、島国日本に住んでいるとなかなかですね、英語を話す機会、必要性ありませんので、話さない、使わない英語は上達しないということで、いかに英語を話す訓練、練習をするのかというのがポイントになると思います。ということで、音読練習、一つのですね、有意義な練習になると思いますので、左側の英語を一緒に読みながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、ニュースの内容を捉えつつ、英語力、スピーキング力を上げていきましょう。ぜひ、視聴者の皆さんも声が出せる方は一緒に音読していただければと思います。では行ってみましょう。The event in New Delhi on Friday was likely meant to display in his ability to arm itself, but the country has long relied on Russia as its main weapon supplier. ということで、ここですね、日本語訳。金曜日にインドの首都ニューデリで行われたイベント。インドが主要な武器供給国として長年ロシアに依存してきたため、インドのですね、武装能力を誇示することを意図したものと考えられるということで、インド以外に頼らなくても自国で軍事力を賄えるよということをアピールしている、そういうセレモニーになっているということですね。さあ、ではここを押さえておきたい単語表現。likely、何々らしい、何々のようだっていうことですね。likely。meant to display、示すということを意図したようなものだ、意図しているようだっていうことですね。likely meant to display。そして、インドという国はですね、この軍事面、軍需産業ですね、このロシアに rely on というのは頼るというですね、頼ってきた、長く頼ってきたという歴史があるということです。さあ、では次見ていきましょう。この部分ですね、音読しながらスピーキング力アップしていきましょう。January 26 marks the anniversary of the Indian Constitution that came into effect in 1950. Among the weapons on display were made in India tanks, missiles, and drone jammers. ということで、1月16日というのはインドにとってですね、インド憲法制定記念日ということで、1950年に発行した。そしてこのイベント、展示されていた兵器の中は、自国で作れるということをアピールしたインド製の戦車とかミサイルとか、ドローンを撃ち落とすジャマーですね。そういうものが、軍事パレードに使われていたということです。さあでは、ここを押さえておきたい単語。アニバーサリーっていうのは式典ですね。1月26日はインドにとって、憲法記念日ということですね。インド憲法、Constitution ですね。come into effect で効力を持つ、発行された、正式発行したということですね。ここは確形になっています。came into effect in 1950。1950年に発行されたですね。さあ、では次行きたいと思います。では、ここですね、音読をしながら見ていきましょう。Narendra Modi's administration aims to make weapons domestically to reduce the reliance on imports from Russia. India has relied on the country to equip its force amid border tensions with China and Pakistan. ということで、どの国も歴史があるということで、インドの首都ナレンダー・モディ政権ですけども、ロシアからの武器輸入への依存を減らすために、武器をインド国内で製造することを目指しているんですね。インド、隣国中国、パキスタンと国境緊張の中、軍隊の武装を同国というのはロシアですね。ロシアに依存しているということで、たくさんロシアから武器を買っている。今ではですね、天然資源なんかも買っていますけれども、インドとロシア、非常に貿易、軍事も含めて活発であるということですね。さあ、ではここを見ておきましょう。インドの首相ですね、ナレンダー・モディさんですね。皆さん顔見たことありますでしょうか？後で映像にも出てきます。ターバンを巻いた人ですね。ナレンダー・モディさん。覚えておきましょう。そして、aims to というのは何々を目的にしているということですね。domestically というのは国内で、インド国内で weapon 武器を作っていこうとしている。reduce 減らす。reliance on というのは何々への依存ですね。imports from Russia ロシアからの武器輸入の依存を reduce 減らすためということです。そして、tensions with China and Pakistan ということで、ヒマラヤの近くですね、インドと中国、領土争いをしていて、時としてですね、亡くなる人が出る、死者が出てしまうような、争い、紛争というのも起こってますね。そして、隣国パキスタンですね。歴史的に見ると、インドからこのパキスタン、独立したということで、ですね。さあ、では行きましょう。次、この部分。
音読していきたいと思います。But as Russia's invasion of Ukraine continues, the supply of arms from Moscow has been delayed. This has compelled New Delhi to seek other sources ということで、ロシアもインドにどんどん武器を売れる状況ではないということで、ロシアがウクライナ侵攻を続けていく中、ロシアはモスクワからのインドへの武器供給遅れている。なので、インド、ニューデリーとしては他の、情報源というかですね、その武器を手にする、そういうところを探すことを余儀なくされた、コンペアをですね、されているということです。それでは、ここ覚えておきたい単語表現ですけども、delay というのは遅れるですね。遅延する。delay 覚えておきましょう。そして、this has compelled New Delhi。compel A to B で A に何々させることを余儀なくさせるということですね。compel 覚えておきましょう。compel ですね。インド、ニューデリー、他からですね、ロシア、今ウクライナ戦争で武器使っているので、インドに、納期通り、そして大量の武器を送れないということで、それが compel New Delhi to seek other sources。インドのニューデリーが他を探さなければいけなくなっているということです。さあ、では次ですね、ここを見ていきたいと思います。そして、French President Emmanuel Macron was a guest of honor.The two leaders watched the parade together. Rafale fighter jets that India acquired from France were spectators with their flypers. ということで、フランス、エマニュエル・マクロン大統領主賓として出席。両首の、戦闘機がですね、通っている観客らとともに、インドがフランスから購入しているラファエル戦闘機が飛んでいるパレードも含めて、観覧したということで、インドですね。フランスともこういうふうに関係を強めていて、フランスからはこのジェット戦闘機、ラファエルファイタージェット、ラファエル戦闘機というものも購入しているということです。さあではここ、見ていきましょう。The guest of honor というのはですね、主賓というですね、guest of honor。French President Emmanuel Macron was the guest of honor。フランスのエマニュエル・マクロン大統領が The guest of honor 主賓として招かれたというですね、出席した。そして、フランスの戦闘機、ラファエル・ファイター・ジェッツですね。これをインドが購入しているということです。スペクテーターっていうのは観覧者ですね。観覧者はそのフランスから共有されたラファエル・ファイター・ジェッターが飛んでいるのを見ているということで、映像にも後でですね、字幕なしで出てきますけれども、この戦闘機が見えないぐらい空が霞んでいる。これ特にその日だけやっていうことではなくて、私も仕事で何度もインド行ってますけど、毎日こんな状況ですからね。これ、軍事力強化の前にですね、大気汚染対策を私は本当にした方がいいかなと思います。さあでは、英語、そして日本語の字幕でしっかりとこの NHK ワールドニュースからですね、たくさん情報力、英語力、情報力上げれたんではないでしょうか。では次は3番目、字幕なしでもう一度この NHK ワールドニュースを見てですね、そして学習した単語表現、そして、詳細内容、聞き取れるかどうかチェックしていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try. それでは字幕なしで見てみましょう。The event in New Delhi on Friday was likely meant to display India's ability to arm itself, as the country has long relied on Russia as its main weapons supplier. January 26 marks the anniversary of the Indian Constitution that came into effect in 1950. Among the weapons on display were made-in-India tanks, missiles, and drone jammers. Narendra Modi's administration aims to make weapons domestically to reduce the reliance on imports from Russia. India has relied on the country to equip its forces amid border tensions with China and Pakistan. But as Russia's invasion of Ukraine continues, the supply of arms from Moscow has been delayed. This has compelled New Delhi to seek other sources. French President Emmanuel Macron was the guest of honor. The two leaders watched the parade together. Rafale fighter jets that India acquired from France wowed spectators with a fly past. さあ、どうだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュースもう一度見てみましたけれども、学習した単語表現、そして詳細の内容を聞き取れましたでしょうか。
聞き取れなかったという方は動画前に戻って何度も聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音リズムに慣らしながらリスニング力アップ、単語表現力アップ、そして情報力アップしていきましょう。さあ、ここまではですね、NHK ワールドニュースからしっかりと英語を学びながら情報、インドについての情報を得れたと思います。次はそのニュースから得たインプットした情報を英語を話しながらアウトプットしていく練習、スピーチ練習したいと思います。日本人、このスピーチですね、英語で話す力が一番苦手と言われていますけれども、どうしても日本に住んでいると英語を使う機会、必要性ありませんので、なかなか話せるようにならないというのは仕方ないと思いますけれども、練習すれば、大丈夫、その力もどんどん伸びていくと思います。その練習に使えるのがこのマイクロソフト生成 AI を搭載したこのチャットですね。私もこれを活用していつでも好きな時に、たくさん英語を話しながらですね、英語を話すことに慣れてスピーキング力アップの練習をしています。今からデモンストレーションしますので、ぜひ皆さんも参考にしていただいて、使えるなと思ったら一度チャレンジ、トライしてみてください。では今からですね、どのように活用しているのかデモンストレーションしていきたいと思います。今画面に映ったこのマイクロソフト Bing のコーパイロットというチャットですね。これを使っていきます。2つ注意点があって、まず1つ、言語ですね。日本語ではなくて今画面に映っているように英語に設定変更しています。なぜかというと、英語で話しかけて、英語で会話をしますので、言語は日本語ではなくて英語ですね。設定変更してから使うようにしてみてください。そして2つ目、この Use Microphone というボタンを押して英語で話しかけますけれども、どうしても話している時に考えて間が長くなってシーンとしてしまう時があると思うんですけども、そうなるとこのコーパイロットチャット、会話が終わった、発言が終わったと思って、聞き取り、リスニング切り上げてしまいますので、できるだけですね、間は短くしたり、well とかですね、let me think about something とか言いながら声を出すとですね、強制切り上げがなくなると思うので、いいと思います。注意するのはその2つぐらいで、あとはもうこのボタンを押してですね、ニュースから得た情報を私の場合は参考にたくさん英語を話して、このチャットと会話をしています。このチャット、生成 AI、ジェネレティブ AI を搭載しているので、関連する情報も含めて、英語のスピーキングとライティングでたくさん情報を返してきてくれますので、それを聞いているだけでもですね、リスニング力アップ、新しい単語表現に出会えて、単語表現力アップ、そして情報力アップにもつながるので、非常にいい練習ができると思います。それでは、Let's practice speaking in English ということで、今からデモンストレーションしますので、参考にしてみてください。それでは、このボタンを押して、英会話やっていきたいと思います。Hi Bing. How are you doing today? I'm good. I just checked the latest news from NHK Japan.I am Japanese and I've tried to improve my speaking ability. So as a one of practice, I would like to share that latest news with you by speaking in English as a practice. Is that okay? Are you ready to hear my speech? こんな感じで話すとですね、少し間がありますけども、スピーキングとライティングで。I'm doing well. Thank you for asking. I'm glad to hear that you're doing well too.I'd be happy to listen to your speech and help you practice your English. Please go ahead and share the news with me. I'm all ears. Thank you very much for your reply. So let me try to my best to share news I got. So the news I got is January 26th is a constitutional day for India. And they celebrate this day with military parade.And as a guest of honor, French President Emmanuel Macron participated in that event. According to that news, India has been long depending on the supply of armies, military equipment from Russia. But as we all know, Russia started invasion to Ukraine, so supply from Russia to India has not been delayed.And it is not smooth. So India is said to be looking for other ways. And they are trying to develop and producing military equipment by themselves. Thank you for sharing the news with me.
It's great to hear that you're practicing your English skills. According to the news, January 26th is India's Constitutional Day, which is celebrated with a military parade. This year, French President Emmanuel Macron was the guest of honor at the event. India has traditionally relied on Russia for its military equipment and supplies, but due to recent delays and supply chain issues, India is looking to develop and produce its own military equipment. I hope this helps you practice your English speaking skills. If you have any other news to share, feel free to let me know. Thank you very much for your feedback and the comment. As a sales and marketing for Japanese machinery company, I often been to the India, and I feel that India's air pollution is so bad. Why I'm talking about this is NHK news footage showing India's this celebration. Apart from military parade and footage of India's Prime Minister Narendra Modi and Emmanuel Macron, my focus was put on air quality. Even though fighter jets supplied from France to India was flying over in that footage, but it is very hard to see that air jet because of air pollution in India. So this is not directly related to this news topic, but that point came to my mind, and I think India needs to tackle this air pollution, even though they are talking about military things or like that. But I think Indian ordinary citizens is hoping that this very bad air pollution will be improved in near future. Thank you for sharing your thoughts and observations. It's great to hear that you have experience working in India. According to IQAir, air pollution is a major issue in India, with many cities experiencing air quality levels that are well above the World Health Organization's safe limit. It's unfortunate to hear that the air pollution was so bad that it made it difficult to see the fighter jets in the footage of the military parade. I agree with you that it's important for India to take steps to address this issue and improve air quality for its citizens. Thank you for sharing your insights and practicing your English speaking skills with me. All right, thank you very much for your feedback. I'm wondering why India's population has been so bad for a long time. I know that India's government and the other institutions have been tried to reduce this air pollution, but for a long time the situation is still the same. Air pollution is so bad. I know that population of India is about 1.4 billion or more, so it is not easy to control these peoples. Sometimes in the winter they will burn tires or everything they can burn out during cold winter to have a hotter place. So that kind of things is very difficult to be controlled by Indian government or like that among 1.4 billion populations. But do you have any idea why Indian government and Indian society has been struggling from this very bad air pollution for such a long time? Air pollution is a complex issue that is influenced by many factors, including industrialization, urbanization, transportation, and agricultural practices. According to the BBC, one of the main reasons why India's air pollution is so bad is due to the burning of agricultural stubble in the fields. This practice is particularly prevalent in northern India, where farmers burn their fields to clear them for the next crop season. The burning of agricultural stubble releases large amounts of particulate matter and other pollutants into the air, contributing to the high levels of air pollution in the region.
In addition to agricultural burning, other factors that contribute to air pollution in India include vehicle emissions, industrial pollution, and construction dust. While the Indian government and other institutions have taken steps to reduce air pollution, it remains a significant challenge due to the country's large population and the many factors that contribute to the problem. I hope this helps answer your question. Let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with. Alright, thank you very much for your feedback. Now I could understand a part of reason why India is suffering from so bad air pollution. I remember that India is a kind of huge agricultural country. So many of its population are belonging to the agriculture, and I've learned from you that they burned their land for next year's agriculture industries. I could understand that point. Anyway, sorry for shifting the topic from celebration in India to this kind of air pollution matters. But I think this is one of the very big issue in India. Anyway, at the beginning, I said that this is a kind of practice for me to improve my speaking ability in English. So how did you feel about my spoken English? Is that okay? And if you have any advice, please tell me. I'll try to improve much further for speaking in English. You're welcome. I'm glad that I could help you understand the issue of air pollution in India. It's definitely a complex problem, but I hope that India can find ways to address it and improve the air quality for its citizens. As for your spoken English, I think you're doing a great job. Your speech was clear and easy to understand, and you were able to convey your thoughts and ideas effectively. If I had to give you any advice, I would suggest focusing on your pronunciation and intonation. English can be a tricky language to pronounce, but with practice, you can improve your accent and sound more natural. Keep up the good work and don't hesitate to reach out if you have any other questions or if there's anything else I can help you with. こんな感じでデモンストレーションしてみましたけれども、Microsoft Bing コーパイロットのチャットを使うと今やったようにですね、まるで人間と英会話をしているような感じで、あるトピックについてですね、たくさん意見交換をしつつ、相手からの英語、聞いたりですね、見たりすることによってリスニング力、単語表現力アップ、そしてですね、情報力もアップできるではないでしょうか。インターネット上すべてが正しい情報ではないと言われていますけれども、例えばインドのですね、この大気汚染の問題、インドっていうのは農業大国だから、収穫が終わった後ですね、そのたくさんの農家の人たちが畑を焼き払ってですね、来年に備える、そういう時に煙がすごく出るといったこととかですね、人口14億人いるので、たくさん、車、そして産業もですね、発達をしているということですね。そんなこともしっかりと学べると思います。このですね、チャットを使うと、いつでも好きな時に無料でどこでもですね、たくさん英語を話す訓練、練習ができると思いますので、これを継続的に続けることによって、日本人が苦手と言われている英語を話すことにですね、慣れながら、どんどんスピーキング力アップできるのではないでしょうか。ぜひおすすめですので、皆さんもチャレンジ、トライしてみてください。いかがだったでしょうか？今回の NHK ワールドニュース。インド憲法制定式典ということで、軍事パレードともにということで、私のスピーチはですね、ちょっと大気汚染の方にシフトしてしまいましたけれども、1月26日はインド憲法制定日ということで、今回はフランスのマクロン大統領が出席をして、軍事パレードを見て、インドはですね、フランスからジェット機を購入している。ロシアに依存していたけれども、ロシアもウクライナ戦争が長引いて、なかなかインドに十分な軍事力を供給できないということで、フランスから買ったり、自国でですね、インドを作ったりしているという内容だったと思います。引き続き、英研究家事チャンネル、英語学習に使える動画、そして情報力もアップできる動画どんどん上げていきますので、英語学習に使えるな、いいなと思った方はチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、迷わずよろしく応援お願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could learn about India from this NHK World News while learning English.
I hope you will check my next video as well after subscribing my channel. Thank you for watching until the end. Have a good day. Goodbye.